今日、中南米で2000万人以上が同じ儀式をやっているのだ。黄色いろうそく、シナモン、テキーラ、そしてレモン2個。これだけで今月の収入が変わると本気で信じているのだ。2000万人、それって本当に効果があるんですか？それとも単なるおまじないですか？私、正直気になります。実は儀式が人の行動を変えるという科学的なメカニズムがあるのだ。今日はなぜ儀式が本当に効くのかを行動科学の視点で解き明かして、日本人が今すぐ使えるマインドセット切り替え術まで教えるのだ。まずモニ・ビデンテとは何者なのかを押さえておくのだ。本名はムホニ・ビデンテ、キューバ出身の占星術師、霊視者で現在はメキシコを拠点に活動しているのだ。テレビ、YouTube、SNS を通じてラテンアメリカ全土に影響力を持つ、いわば中南米最大の預言者なのだ。中南米最大の預言者って日本で言えば誰に相当するんでしょう？佐伯和子さんみたいな感じですか？それより影響力がある感じがしますよね。そうなのだ。規模感で言えば日本の有名占い師の10倍以上のフォロワーを持つのだ。彼女の YouTube チャンネルには何百万もの登録者がいて、5月1日メーデー労働者の日に合わせて今月の金運を引き寄せる儀式を毎年公開するのだ。それを何百万人もが実際に実践するのだ。メーデーに儀式を合わせるのって何か意味があるんですか？単に区切りがいいからという話でもなさそうですよね。鋭いのだ。メーデーはラテンアメリカでは単なる祝日ではないのだ。新しいサイクルの始まり、豊穣を祈る日という文化的、宗教的な意味が重層的に載っているのだ。スペイン語圏ではカトリックの聖人崇拝と先住民の第一信仰が混ざり合っていて、5月1日はエネルギーが高まる特別な日とされているのだ。これは欧米の新年と同じ節目効果の文化的現れなのだ。では儀式の具体的な手順を見ていくのだ。LAMACIN 氏が報じた内容によると、必要なアイテムはこれだけあるのだ。黄色の聖火ろうそく、シナモン、現金または硬貨、水を入れたグラス、アルミホイルを敷いた皿、テキーラかメスカルカラム酒、レモン2個、パフューム、サンダルウッドの線香なのだ。これ日本のコンビニでほぼ全部揃いますよね。テキーラはちょっと難しいかもしれないけど、ほとんど普通の食材じゃないですか。なんでテキーラが必要なんでしょう？テキーラとメスカルはメキシコの国民的精神なのだ。儀式でアルコールを使うのはメキシコの伝統的なシャーマニズムに由来していて、霊的なものとこの世を結ぶ媒介とされているのだ。シナモンは古くからアジアでも中南米でも富と繁栄を引き寄せるスパイスとして使われてきた歴史があるのだ。黄色は金の色、お金のシンボルなのだ。各アイテムが象徴的な意味を持っているのだ。手順の革新はこうなのだ。まずレモン2個に自分のパフュームを塗り、それを体中に当てながら大天使ミカエルよ、悪いエネルギーを取り除いて友の祈りを3回唱えるのだ。次に現金やコインを同じようにパフュームで清め、水のグラスに入れる。黄色いろうそくをシナモンで囲み、線香に火をつけてお金、仕事、豊かさへの願いに集中しながら祈るのだ。ちょっと待ってください。大天使ミカエルに祈るってこれカトリックの祈りですよね。占いと宗教が混ざってるってことは、メキシコって日本で言えばお寺で初詣して神社で結婚式みたいな感覚なんですか？まさにそうなのだ。その比較は鋭いのだ。メキシコはスペインのカトリックとアステカ、マヤの土着信仰が500年かけて融合したシンクレティズム、宗教集合の国なのだ。日本人は初詣は神社、葬式はお寺、結婚式は教会でも違和感ゼロなように、メキシコ人は日曜はミサ、祈祷師にも行く、占星術も信じるがごく普通なのだ。矛盾じゃなく文化的多様性なのだ。ここで一つ重要なデータがあるのだ。ラテンアメリカの調査機関によると、中南米人口の 70% 以上が占星術や霊的な儀式に何らかの形で信頼を置いていると答えているのだ。これは日本のおみくじを信じる人の割合とほぼ同じレベルなのだ。つまり信じるか信じないかの話ではなく、文化的に意味のある行為かどうかという話なのだ。70% って思ったより高い数字ですね。でも正直、儀式をやったから収入が増えたって本当にあるんですか？それとも気のせいじゃないんですか？私は少し懐疑的です。ここまでをまとめると、モニ・ビデンテは中南米最大の占星術師で、5月1日という節目の日
ニカトリックと土着信仰が融合した金運儀式を公開し、それを何百万人もが実践しているのだ。そして紬が聞いた、本当に効くのかという疑問に今から科学が答えるのだ。ここからが本番なのだ。ハーバード大学の心理学者らの研究では、儀式的な行動、特定の順序で決まった動作をすることを行った人は、そうでない人に比べてテスト前の不安が 30% 低下し、パフォーマンスが優位に向上したことが確認されているのだ。ハーバードが研究してるんですか？それってプラシーボ効果とは違うんですか？信じたら本当に効くってことですよね。それプラシーボとも少し違うのだ。メカニズムは3段階なのだ。第一に制御感の獲得、儀式をすることで自分が状況をコントロールしているという感覚が生まれるのだ。第二に意図の明確化、何を欲しいかを具体的に言語化、行動化することで脳がその目標に向けてリソースを集中させるのだ。第三に行動変容の引き金、儀式をした後、人はその状態にふさわしい行動を取りやすくなるのだ。これを日本人の日常に翻訳すると分かりやすいのだ。例えば就活生が面接前に絶対受かると鏡に向かって言う。これも儀式なのだ。プロスポーツ選手がルーティンをやる。これも儀式なのだ。日本人だって毎朝いただきますと手を合わせる。これも儀式なのだ。儀式そのものに魔力があるのではなくて、儀式が自分の意図と感情を整える装置として機能するのだ。ちょっと待ってください。それで言うと、モニ、ビデンテの儀式ってスピリチュアルの包み紙に包まれた行動科学じゃないですか？私、むしろこっちの方が面白いと思います。文化の形は違っても、人間が自分の行動を整える仕組みは同じなんですね。紬、それは鋭い気づきなのだ。実際、行動経済学では自己効力感が高い人ほどキャリア成果を得やすいというデータがあるのだ。儀式はその自己効力感を一時的に、だが劇的に高める装置なのだ。では日本人が今すぐ使える金運マインドセット切り替え術を具体的に紹介するのだ。日本人向けのバージョンはこうなのだ。まず、収入に関する具体的な数字を紙に書く。年収500万円、副業で月5万円など、数字を書くことで脳が達成すべき目標として認識するのだ。これはモニ、ビデンテがお金への明確な願いを口にするプロセスと機能的に同じなのだ。次に、朝の5分間儀式なのだ。具体的には、財布に入っているお札を一度全部取り出して数えてから丁寧にしまい直す。これだけでいいのだ。お金を大切に扱う人のもとにお金が集まるという話を聞いたことがあると思うのだ。これは迷信ではなくて、自分がお金を意識的に管理しているという感覚が節約、投資行動につながるという行動科学的事実なのだ。冒頭で2000万人が実践していると言ったのだ。この数字が意味することを改めて考えてほしいのだ。2000万人が毎年5月1日に同じアイテムを使って同じ祈りを唱える。これは単純計算で2000万人分の今月は豊かになるぞという意思決定と行動が生まれているのだ。意思決定と行動が変われば結果も変わる。それが儀式の本質なのだ。うわ、それで考えると、信じる力が現実を作るって、単なる精神論じゃなくて実際に2000万人分の行動変容が起きてるってことですよね。私、儀式をバカにしてた自分が少し恥ずかしくなりました。今日の結論を言うのだ。モニ、ビデンテの儀式が本当にお金を呼ぶ魔法かどうかはわからないのだ。でも、儀式が人間の行動を変え、結果として現実が変わることは科学的に裏付けされているのだ。形はシナモンとテキーラでも、黄色ろうそくでも、財布を並べ直すことでも、今月こそ豊かになるという強い意図を持って行動することに意味があるのだ。僕の個人的な見解を言うのだ。文化の違いを笑うのは簡単なのだ。でも、2000万人が信じる力というのは僕にとっては笑えない話なのだ。日本でも毎年1月1日に初詣をして今年の目標を立てる人が何千万人もいるのだ。それと本質的に何が違うのだろうかというのが今日のテーマだったのだ。あなたはどう思う？コメントで教えてほしいのだ。
明日は中東、イランをめぐる最新情勢を取り上げるのだ。チャンネル登録と高評価よろしくなのだ。また明日、なのだ。